お、やばい。はい、こんにちは、インドカリーコです。今日はポークビリヤニの作り方をご紹介します。ポークビリヤニって、豚肉を使ったビリヤニなんですけど、インドにはありません。でも、めちゃめちゃ簡単で、しかもお安く作れるので、今日はこれをご紹介していこうかなと思います。今日はですね、なんと、じゃじゃーん、炊飯器ビリヤニでございます。お米はですね、もちろん、バスマティライスですね。はい、細長いお米を使っていきます。日本米で作ると全然意味合いが違ってきてしまうので、バスマティライスをご用意ください。前も説明したんですけど、私が好きな、メーカーは白のラルキラですね。ちょっと高いんですけど、香りがめっちゃいいです。まず今日は 200g 使っていきます。で、お米はまずいの一番に洗います。前回、前々回と、私多分、米 300g ぐらいご紹介したと思うんですけど、半量で作りたいっていう方がいたので、ちょっと今日はちょい少なめです。で、米はちょっと軽くで大丈夫です。軽く洗っていただいて、こんな感じでね、お水はちゃんとね、切ります。手で OK です。手でちょっと切ってあげて、ここでだいぶね、水分量変わってきちゃう可能性があるので、こんぐらい切っていただいたら、ちょっとまさかの汲んでおいた水を全部こぼしました。はい、お水をね、320ml 入れておきます。この状態で30分ほど浸水しておきます。やっぱね、浸水していた方がいいので、浸水します。で、その間に具材の準備をしていきます。はい、では、米以外の材料です。こちらです。まず、豚肉使います。今日は、朗報です。豚こま肉を使います。豚こま肉を使うメリットは3つあります。1つ目、安い。もう 100g89 円で買いました。2つ目、味がそんなにね、染み込むのに時間を必要としない。3つ目、炊飯器で炊いてもめちゃめちゃ柔らかく仕上がります。なので今日は豚こま肉を使います。で、他の材料はフライドオニオンですね。フライドオニオン前回自作したんですけど、めんどくさいので今日は市販品を使います。10g ですね。自作したい人は玉ねぎ1個で作れるので、前の動画を見てください。で、あとはニンニクと生姜です。これはすりおろして使います。だいたいね、すりおろして小さじ1杯分ぐらい使いたいんですけど、チューブでも大丈夫です。あとはヨーグルトですね。無糖のヨーグルト使います。これは自家製なんですけど、普通のヨーグルトで大丈夫です。はい、では早速合わせていきます。まずですね、ボウルに、はい、ヨーグルトを大さじ5杯加えていきます。ちょっと5杯、正確かどうかわからないですけど、入れていきます。そしたら、ここにもうどんどんぶち込んでいくだけなんですけど、オニオンですね、玉ねぎ入れます。で、ここにニンニクと生姜をすりおろしていきます。ニンニクと生姜はね、チューブで OK で小さじ1杯ぐらいなんですけど、ぶっちゃけ多い方が美味しいので、私は3かけ使っちゃいます。で、今日作る、ポークビリヤニなんだけど、そもそもビリヤニっていうのは、スパイスを使ったスパイス炊き込みご飯みたいな感じのやつなんだけど、正直インドでポークビリヤニは見られません。というのも、14億人の人口がいる中で、11億人がヒンドゥー教徒で、2億人ぐらいがね、イスラム教徒なんですよね。なので、残るね、1億人弱ぐらいの人たちしか、豚肉をそもそも食べる可能性がある人が、ね、1億人弱ぐらいしかいないんだけど、それでもね、やっぱりね、豚肉はね、基本的に見ないですね。そもそもね、ビリヤニの発祥がね、イスラム教徒の国で生まれたと言われているからね、豚肉は使わないんですが、私はね、日本人なので、ちょっとビリヤニというね、美味しいものを仕入れて、日本で美味しく食べたいと。食文化はそうやって発展してきたのだと。言い聞かせてやりたい。そんな感じでね、はい、ニンニクと生姜をすりおろしました。そしたらここに、塩とスパイスを加えていきます。お塩がね、結構重要だったりするんですけど、今日は小さじ1と、ちょっとね、2分の1だと多いので、3分の1と2分の1の間ぐらい。2分の1弱ぐらい加えていきます。ほんとね、塩加減が重要なんですよ。塩が薄いビリヤニほどまずいものはない。本当に。で、ここにスパイスを入れていきます。
パウダースパイスだけでも作れるようにご紹介しようかなと思うんですけど、一応ね、結構ね、このチャンネルホールスパイス持ってる人もいるので、ここはあったら加えると美味しいよっていうのもご紹介します。まずクミンとコリアンダーは小さじ2杯ですね。塩はね結構丁寧に測るんですけど、スパイスは適当でもそんなに問題ありません。でターメリックは小さじ1杯入れます。今日ちょっと豚肉なんでね、匂いをしっかり抑えていくスタイルでいきます。であとはパプリカも小さじ1杯ですね。今日トマトを入れないのでパプリカで甘みと深みを出していきます。続いて辛味です。辛味はチリペッパーとブラックペッパーで小さじ1/2杯ずつ入れます。小さいお子様がいるご家庭とかで辛味苦手な人はこれはなくてもいいかもしれない。ないか半量でも OK です。これだけあれば、基本的にはめちゃめちゃ美味しい、ビリヤニになります。なので、ホールスパイス持ってない人はこれだけで OK です。ここからは、持ってる人だけ、入れてください。まずは比較的スーパーでも買いやすいカルダモンね3粒、クローブね3粒、シナモン3センチ、333ですね。であとの111は、持ってない人も非常に多いので省略しても構いませんが、はい、スターアニスとベイリーフとブラウンカルダモンですね。これらはね結構ねやっぱり香りが良くなりますね。特にスターアニス八角は、ビリヤニには入れたいですね。これはなくてもいいって何十回も言ってるから、ない人は省略してください。はい、そしたらこれをかき混ぜていきます。かき混ぜたら豚肉をあと突っ込むだけなんですけど、ちょっとさっきの話に戻るとね、じゃあもともとイスラム教徒のレシピであるビリヤニだから本来は豚肉を使わない、豚肉絶対食べない人たちのレシピを勝手に豚肉入れるのはどうなんだっていうね、話あるかもしれないんですけど、言うて、諸説ありますけど、豚汁もけんちん汁に豚肉を入れた説っていうのがありまして、けんちん汁ってもともとは精進料理なので肉とか魚とかも禁忌な料理ですよね。なのにもかかわらずそこに豚肉を入れたらめちゃめちゃ美味しい汁ができたという豚汁の由来も各諸説あるんですけどっていうのもあると言われているので、ぶっちゃけねやっぱりね人間はね美味しいという欲望にはね抗えないのよ。ということで抗えない豚肉ちゃんを入れていきます。確かに禁忌だということは理解しつつもリスペクトを忘れないこと、そういう人たちを別にけなしているわけではないんだということをちゃんと心に留めて美味しいものを作れば、それはただの食文化の発展に過ぎないのかもしれません。こんな感じで混ぜ合わせていきます。ちょっとね今日箸を使っているのはですね、豚こまちゃんは意外とね混ざりにくいので、こんな感じで箸でほぐしながらよくマリネしていきます。今日の作る唯一のポイントといえば、豚肉を入れる前にちゃんと豚肉を和えるマリネ液をよくちゃんと混ぜておくということ。そこだけがね唯一のポイントかなと思います。これでつけ置く必要性は全くございませんけど、例えばね時間のない時とかはここまで作り終えておいて、その状態で冷蔵庫に保存しておくことも全然できます。ということでこれはつけ置く必要性はないんですけど、ちょっとねあとお米が浸水時間までね30分完了までもう少しあるので、しばしお待ちを。はい、ではお米30分ほど浸水したので見てみましょう。こんな感じです。ちょっとねお米がもうだいぶ白っぽくなってます。よく水が吸えてる証拠ですね。そしたらここにですね先ほど合わせた豚肉ちゃんを入れていきます。で豚肉をね入れる時にあんまりちょっとねお米とガチガチ混ぜ合わしたくないんですよね。お米と混ぜ合わせちゃうとせっかく豚肉にマリネしたスパイスがね離れてっちゃってね、あんま美味しくない豚肉になっちゃうので、できるだけ上に置いたらいじりたくありません。こんな感じでね乗っけていきます。全部ドンって乗せちゃうことも全然よくあるんだけど、ちょっとねほぐしながら入れると硬くなりにくいです。で普通ビリヤニって具材下なんですよね。具材下でお米が上です。豚こま肉の場合はそんなにねガンガン加熱する必要性もないし、炊飯器の場合は炊きムラが少ないですね。そしたらね最後にスパイスもちゃんとね入れてあげて、そしたら最後にここにバターを入れていきます。
本格的にしたいんだったらギーなんだけど、まあ割とギー持ってない人多かったんで、今日バターで。でね、バターはね 5g で、本当はね 10g ぐらい入れて香りつけたいんだけど、豚こま肉ってまあまあ脂身持ってるから、あんまり入れるとこうちょっと油っぽくなっちゃう。油っぽいビリヤニそこまで大好きってわけじゃないので、こんな感じ。そしたらこれを炊飯器に入れていきます。白米普通モードでスタート。はい、50分後に炊き上がります。しばしお待ちを。はい、では炊けました。見てみましょう。持ってきます。さあ、うまく炊けてるかな。うわー、すごい。ダダ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 、じゃじゃーん。こんな感じで炊けております。めっちゃ美味しそう。今日のビリヤニは実はご飯が下にあることによって蒸らし時間がいりません。ということで、もう早速食べていきましょう。下からほっくりとねかき混ぜて、あんまりガシガシとかき混ぜると折れちゃうから、こんな感じでほっくりほっくりとねかき混ぜてあげて、うわめっちゃいい具合に仕上がっております。そしたらこれを盛り付けます。お白い皿にですね持っていきます。まずご飯をねポッとね、これ何人前かな。普通だったら 3,4 人前ぐらいなんだけど、ぶっちゃけいつも私と夫2人で食べきっちゃうこと多いんですよね。うわ綺麗な黄色、たまらんね。あんまりガシガシかき混ぜないことによってね、こんな感じでちょっとちゃんとマリネ液が、スパイスがまぶった状態で炊けております。ホールスパイスはね食べないんだけど、ちょっとねあると可愛いから私はいつもこうやって盛り付けちゃいます。はい、そしたら今日はね実はパクチーが売ってなくて、冷蔵庫に余ってたきゅうりちゃんもですね、ちょっと彩りにこんな感じでトマトと生トマトときゅうりをのせてあげてね。はい、こんな感じでポークビリヤニの完成でございます。食べましょう。はい、ではいただきます。実はですねランチタイムにとっております。もうめっちゃお腹すいた。いただきます。うまっ。ちょっと今日炊き上がりが完璧すぎる。うまっ。米だけで進む。うまっ。ちょっとお肉もいこうかな。いきます。やばっやばっ。ちょっとパプリカパウダー入れたからちょっとタンドリー風みたいになってるけど、それがめっちゃ美味しい。今日は炊飯器で作れる、簡単なポークビリヤニをご紹介しましたけど、これは豚こま肉、安い肉で作れるし、炊飯器で簡単だし、特に市販品のフライドオニオンとか使っちゃうとあっという間にできちゃうので、ぜひ作ってみてください。ということで、いや次何しようかな。ちょっとアイデアが今ないので、来週ちゃんと動画が上げられるかどうか心配ですけど、皆さんも作ってみたいな、美味しそうだなっていう人はチャンネル登録と高評価もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。いけ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 。うわー、ちょっとミスったけどすぐ蓋する。ちょっと今あれですね。大変なことになりました。最高。